The sun shines bright in my old Kentucky home. 'Tis summer, the people are gay. The corn tops ripe and the meadows in the bloom, while the birds make music all the day. ハーランド・デイビッド・サンダース。彼は弱い40の時、自身の営むガソリンスタンド脇のカフェでフライドチキンを作り始めた。それから9年の歳月が経った1939年、皆様にもおなじみケンタッキーフライドチキンの元となるレシピが産声を上げた。これはやや短気でスケベではあるが、チキンに対してはひたすら実直に生きた男、カーネル・サンダースに最上の敬意を払った上で、彼の秘密のレシピを解き明かすシリーズである。早速だが前回のあらすじをさっと語ろう。海外サイトに5万と出回るリークレシピや、クックパッドに住み着くママたちが戸棚にある賞味期限スレスレのあり合わせスパイスで作り上げたなんつってレシピを頼りに、私はスパイスの配合を幾百と繰り返し、ファミチキやナナチキ等を経由しながら部屋中を粉まみれにしていた。そして約200時間の格闘の末、かなりそれっぽいフライドチキンを作ることに成功した。個人的にシリーズ第2弾は約 70% の完成度で終えており、揚げ油の種類や使用するスパイスの不一致、滑舌の悪さなど、いくつもの課題点を有識者やクソガキどもからいただいた。滑舌ってなんでこんな言いづらいの？この時点で言っておこう。今回の完成度は 95% ほどまで達している。ケンタッキーを毎日食っている人間でなければおそらく気づくことはできないはずだ。近くなりすぎてゾッとしたのは人生でこれが初めてのことだった。前置きが非常に長くなったが、ケンタッキーフライドチキン再現への道、最終章を始めていこう。前回の結果、闇雲に配合していても究極へは到達できないことを知った私は、フライドチキンの構成要素をきちんと分け、それぞれのこだわりポイントを抑えていくことにした。当然っちゃ当然だが、この5大要素が我々の克服すべき課題として挙げられる。まずはフライドチキンの土台に位置している鶏肉から。KFC ではハーブ鶏というハーブを遺伝子組み換えしてできた特殊ブロイラーを使用している。全国には約200カ所、一定の水準をクリアした高品質なハーブ鶏を育てる KFC 登録契約農場というものがあるとされている。ならばこの肉を使わないでどうする？私は全国でハーブ鶏を育てる農場から衛生管理を徹底している認定契約指定農場を洗い出し、その中からなんとなく KFC が契約していそうな農場を発見し取り寄せてみた。なるほど、なんとなくハーブの匂いがすると思ったが、単に家の中がハーブ臭いだけだった。今回は3匹取り寄せたので、2匹はテスト用に、1匹は本番用に分けてそれぞれ解体していく。次に衣の粉だ。フライドチキンに使用される粉には大きく分けて小麦粉、でんぷん粉が存在する。小麦粉は水が加わるとグルテンというタンパク質の一種を形成し、ずっしりとした重さが出るが、コーンスターチや片栗粉はグルテンを形成しないため、軽いザクザク食感を出すことができる。全シリーズでもこちらについてはこれでもかというほど追求し、ブヨブヨずっしりの KFC にはでんぷん粉が不要という結論に至った。そうなると次の問題は小麦粉における薄力粉、中力粉、強力粉のバランスだ。これらは一般的にグルテンの含有量で分類され、薄力粉は粘りが弱く、フライや菓子などサクサクの食感を生み出す料理に適しているのに対し、粘りの強い強力粉はパンなどもちもちした料理に適している。うどんなどに使用される中力粉においてはその中間と考えれば良いだろう。結論として言ってしまえば、薄力粉と中力粉を5対1でブレンドすると適度に重みと食べ応えのある衣が出来上がることが分かった。続いてつなぎとなる MED 液。 MED とはマイクロエンドスコピックディセクトミー、内視鏡下ヘルニア摘出の略であり、こちらは哺乳類の背骨の間にあるゲル状組織、椎間板を取り出して粉末にし、ミルクと混ぜ合わせた液体になる。
粘りが強く粉好きが良いことから近年では様々なファストフードショップで多用されていることは業界人には有名だ。通常椎間板は死後間もない人間や動物から捉えるが、大量消費社会となった昨今、椎間板目的での殺戮事象が非常に増え、根深い社会問題になっている。しかしこの MED 液、アルバイトをしていた方々に聞いてみると、本液体は黄色くないという。これはおそらく卵白のみを使用しているためと考えられる。そして前回の反省も生かし、今回はバターミルクパウダーとアルブミナ、乾燥卵白、水で高濃度の MED 液を作っていく。ちなみにバターミルクとはクリームからバターを作った後に残る液体であり、牛乳から抽出したスキムミルクとの主な違いとしては、適度な脂肪分と香りの強さがある点になる。そして油。こちらについては KFC の2019年度 CSR 活動報告書に 100% 植物油、さらにはパーム油を使用していることが記載されている。パーム油とはご存知の通り、アブラヤシの実から取れる常温固体の油となる。皆さんが気にされるトランス脂肪酸は、液体油を固体にする際、水素を添加する過程で多く生じる不飽和脂肪酸のため、パーム油に含有されている糖脂肪酸は非常に少ないとされている。今回はそのパーム油由来の固形油、ショートニングを使用していく。おー、アイスですね。油ですそれではひとまずスパイスのレシピは前回のものを投用して作っていく。今回完成したレシピは尺の都合上次の動画で改めて公開するが、このレシピでも十二分近い味にはなる。改めて思うが KFC は凄まじい量の旨味調味料と白胡椒によって構成されており、他のスパイスは気持ち程度に入れておけば十分だ。ここで本家様のご登場である。こうしてみるとやはり風格がある。こうして改めて見ると皮がですね、衣がだいぶ厚いんですよね。1ミリぐらいはあるのかな。相当、どうやってつけてるんですかね。2回つけてるんですかね。あとは結構スパイスの粒感は意外とあるってところですかね。いただきます。うまい。うまい。意外とこの軟骨好きなんですよね。最後に衣を食べながらスパイスの最終調整を行い、小麦粉と合わせていく。本物はもう少し薄いピンクという人もいるが、そちらはパプリカの量を減らしていただければ問題ない。それではショートニングを鍋で溶かし、160度まで熱する。チキンは MED 液につけた後、粉漬けを行う。本家は2度漬けをしている可能性があるが、今回は1度漬けであまり粉を振るわずに揚げることにした。こっちからいきましょう。視聴者諸君が言いたいことはよーくわかる。この出来ではあんまりだ。しかしどうか怒りを鎮め、握りしめる包丁をテーブルに置いてほしい。このフライドチキンはここから始まる長旅の第一歩に等しいのだ。私の挑戦はまだまだ次回、3ヶ月間スパイス迷宮を探索し続け、涙も枯れ果てたゲンの前に謎の男が現れる。そして解き明かされる伝説の11のスパイス。鍋も使っちゃってまた爆発したらどうするの？お願い、死なないでケンさん。あなたが今ここで倒れたらマーカスや人はどうなっちゃうの？これが正真正銘最後の KFC シリーズ。みんな必ず見届けてくれ。